ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さすがに今日は疲れたわ。どうしたんだよ、レ夢ム？また食べ過ぎてお腹が苦しいとかか？いや、それはいつものことだけど違うの、今日は外で花火を見てきたのよ。おお、いいじゃないか。冬の花火ってのもなかなか風情があっていいよな。いや、それがね、めっちゃ派手な花火だったんだけど、大玉がどこかに飛んでいっちゃって。まさか。その後、遠くの方で火柱が上がったのよね。ちょっと待て、それやばいやつじゃないか？レ夢ムがやったわけじゃないよな？さすがに違うわよ。でも、なんかこれ、どこかで聞いた話に似てる気がするのよね。それってもしかして、2009年に起きた中央電子大電子文化センター火災のことか？あ、それよ、それ確か、すごい大火事になったやつよね。ああ、その火災はな、中国北京の中央ビジネス地区で建設中だった北京テレビ文化センター TVCC が丸ごと燃えた大事件なんだぜ。建設中のビルが丸焼け？なんでそんなことになったのよ。これがまた驚きなんだが、原因は許可なしの違法な花火だったんだぜ。しかもその花火をやらかしたのが、なんと CCTV 中国中央電子大地震だったんだ。テレビ局が自分の建物を燃やしたってこと？そんなド派手な自爆エンターテイメントある？そうなんだよ。しかもな、中国の旧正月の最後の夜、2009年2月9日の夜8時27分に火がついたんだ。つまり、お祝いムード最高潮の時に、テレビ局が万歳って感じでドカーンとやらかしたわけだ。そんな偶然ある？本日の目玉ニュースって、うちが燃えてる？っていうパターンじゃないの。そういうことだな。しかも火が消えるまで6時間もかかったんだぜ。そんだけ長いと炎の特番24時とかやれそうじゃない？実際、炎の実況生中継状態だったんだが、それを国営テレビはどうにか隠そうとしたんだぜ。いや、そんなド派手な火事、隠せるわけないじゃない？本日のトップニュースは特になしって言ったの？まさにそんな感じだったぜ。でもネットや海外メディアが一気に報道したせいで、結局大騒ぎになったんだけどな。これはもう、大炎上不可避ね。物理的な意味で。というわけで、今回はこの伝説級の火災事件中央電子大電子文化センター火災について解説していくぜ。それじゃあ、みんなも最後まで付き合ってね。さて、まずはこの中央電子大電子文化センター TVCC について詳しく教えてもらおうかしら。おう、任せろ。そもそもこの建物がどんなものだったのかを知っておかないと、なぜこの火災が大問題になったのか理解しづらいからな。まず、この TVCC の建設が始まったのは2004年なんだ。で、完成予定は2009年5月だった。つまり、火災が起きた2009年2月時点では、ほぼ完成間近だったわけだ。あと数ヶ月で完成だったのに？なんか一番やっちゃいけないタイミングで燃えちゃった感じがするわね。そうなんだよ。しかも、単なるビルじゃなくて、めちゃくちゃ豪華な複合施設だったんだ。TVCC の正式名称はテレビ文化センターテレビジョンカルチュラルセンターで、中央電子大 CCTV の関連施設として作られたものなんだぜ。それでどんな施設だったの？ TVCC には、いくつもの機能が備わっていたんだ。例えば、収容人数1500人のテレビスタジオ、複数の録音スタジオ、最新設備を備えたデジタルシネマ、ニュース発表施設、超高級ホテルマンダリンオリエンタル北京。ホテルまで？メディア施設っていうよりも、高級エンタメ複合施設って感じね。そういうことだな。特にこのマンダリンオリエンタル北京は、世界的に有名な5つ星ホテルで、241室もの豪華な客室を要する予定だった。だから、建設予算もものすごかったんだぜ。どのくらいのお金がかかってたの？なんと、総額7億3000万ドル約730億円だ。730億円？まさに桁違いのプロジェクトだったんだ。この巨額の建設費をかけた TVCC が、完成直前にバッチリ燃えちゃったっていうのが、この事件の壮絶なポイントなんだぜ。でも、どうしてこんなに高額な建物になったの？それは、この TVCC がとんでもなく斬新なデザインだったからだ。設計を担当したのはオランダの有名建築家、レム・コールハースト。彼の建築事務所オフィスフォーメトロポリタンアーキテクチャーだぜ。レム・コールハースって、そんなにすごい人なの？超有名建築家だぜ。世界中で革新的なデザインを生み出している天才建築家で、北京の CCTV 本社ビルも彼が設計しているんだ。その CCTV 本社ビルってどんなのだったの？あの独特なループ状のツイストしたビルなんだ。見た目がブーツとか、巨大な四角い輪っかみたいなやつだな。へえ、なんか、地震が来たらすぐに崩れそうなデザインよね。実は逆で、この TVCC も CCTV 本社ビルも地震に強い構造で作られているんだ。そんな形で？ああ。
実はこのビル、ワールドトレードセンターの崩壊を徹底的に研究して建てられたんだ。設計を支えたのは、世界的なエンジニアリング企業アラップイーストエイジアだぜ。ワールドトレードセンターって、2001年のあのテロ事件の？その通り。2001年9月11日の同時多発テロで崩壊した WTC を分析してな。超高層ビルはどうすれば火災や崩壊に耐えられるのかっていう研究が行われたんだ。その結果を反映させて設計されたのが TVCC なんだぜ。なるほど、そういう背景があったのね。でも、結局燃えちゃったんじゃ？そう、それがこの事件の悲劇なんだ。せっかく地震にも耐えられるように設計されてたのに、予想外の違法花火で燃えたっていうのが、この事件の皮肉なポイントなんだよな。ところで、そんなに変わってて目立つんなら、この TVCC って何かあだ名とかあったの？あったぜ。まず一つ目はシロアリのスターミテズネストっていうあだ名だ。シロアリの巣？なんか嫌な予感がするわね。これは、建物の内部に複雑な構造が張り巡らされていたからなんだ。多くのスタジオや施設が入り組んでいたせいで、まるでシロアリの巣のようだって言われてたんだぜ。そんなに入り組んでると、火事になったら避難が大変そうじゃない？まさにそれなんだよ結局、火災の際には消火活動が難航する原因の一つになったんだ。もう一つのあだ名は？それはブーツ、ザ・ブートだぜ。どういうこと？ブーツの形してたの？まあ、横から見ると若干そう見えなくもないって感じだな。でも、このデザインのおかげで革新的な建築として注目されていたんだ。それにしても、このビルが完成してたら、すごい施設になってたのね。そうなんだ。しかも CCTV 本社ビルとペアで、北京の新しいランドマークになるって期待されてたんだぜ。つまり、この火災は中国のメディア業界にとっても、都市開発にとっても大打撃だったってことね。その通りだからこそ、この火災が大騒ぎになったわけなんだぜ。なるほど。じゃあ次は、実際にどうやって火災が起こったのか、詳しく聞かせてもらうわよ。了解だそれじゃあ次は火災の経緯について解説していくぜ。さて、いよいよ本番ねあの超高額で超豪華な TVCC が、どうやって燃え上がったのか、詳しく聞かせてもらおうじゃないの。これがもう、驚きの連続なんだよ。そもそも、火事が起きたのはいつなの？ 2009年2月9日、夜8時27分。場所は北京市の中央ビジネス地区 CBD にある TVCC の建設現場だ。2月9日って、あっちじゃあ、ちょうど旧正月が終わるタイミングじゃない？その通り。中国の旧正月は、最終日の元宵節に盛大な花火を打ち上げて締めくくるのが恒例行事なんだ。つまり、この火事って、花火が原因？そうなんだぜしかも、ただの花火じゃない。CCTV 中央電子台が無許可で勝手に打ち上げたちょうど派手な違法花火が原因なんだ。なんでまたそんなことを？テレビ局が違法な花火大会？しかも勝手に？そう。これがまた、無茶苦茶な話なんだよ。この花火、なんと CCTV がお祝いとして企画して打ち上げたものだったんだ。じゃあ当然、北京市の許可を取ってやったんでしょ？いや、それが許可ゼロ。北京市警察も、消防署も、市政府も、誰も許可してなかった。完全に違法だったんだ。じゃあ、警察は止めなかったの？もちろん止めたぜ実際、警察は3回も CCTV に警告を出してやめろと言ったんだ。でも、CCTV の担当者たちはそれを完全無視したんだよな。ひえー。こりゃあ、やばすぎるわね。しかもな、CCTV はこの花火大会のために、わざわざ4台のテレビカメラを設置して撮影してたんだぜ。それってつまり、CCTV はこの違法花火大会を特番にしようとしてたんだよ。ちょっと待って。超豪華違法花火スペシャルみたいな感じで放送するつもりだったの？まあ、さすがに番組の正式タイトルはそんな感じじゃなかったとは思うが、とにかく撮影班を用意して、大量の花火を打ち上げたってことだな。それで、その花火ってどんなものだったの？高威力な花火を約700発も打ち上げたらしいぜ。700発？もうそれ、戦争じゃない？しかも、普通の花火じゃない。この花火は、特別な効果力のものだったんだ。一般的な花火大会で使うものよりも、ずっと威力が強かったらしい。うわぁ、そんなのがビルの近くで炸裂したら、そう、その通りになったんだ。TVCC の近くで打ち上げられた花火の火の粉が、ビルの外壁に降り注いで引火したんだぜ。まさか、それがそのままビル全体に燃え広がったの？そのまさかだぜ。8時27分に火がついた後、火の手はあっという間にビル全体に広がった。そんなに燃えやすかったの？ TVCC の外壁の素材が燃えやすいものだったんだよ。さらに、建物の構造が複雑すぎて、火が内部にどんどん広がってしまった。それで消防は？ 600人もの消防士が出動したぜ。これだけの人数が集まったのは、北京市内でもかなり異例の大規模出動だったんだ。600人。それって、ほぼ北京の消防署総動員レベルじゃない？
そういうことだな。でも、火の勢いが強すぎて、消火にはなんと5時間もかかったんだ。負傷者とかは1人が死亡、7人が負傷した。亡くなったのは、消防隊の共産党支部の秘書を務めていた隊員で、煙を大量に吸い込んで命を落としたんだ。まさに命がけの消火活動だったのね。さらに、7人の負傷者のうち、6人は消防隊員だった。消火活動中に負傷者が続出したってことね。それだけじゃない。火災による経済損失も半端じゃなかった。ボクスンの試算によると、被害額は40億元約588億円に上るとされているんだぜ。お金の燃える音が聞こえるわ。当然、この事件は大問題になった。そして、責任者のジョイが逮捕された。彼は CCTV の建設現場の責任者で、花火大会の主催者だったんだ。逮捕。そりゃそうよね。で、CCTV は何か言ったの？公式に謝罪文を発表したぜ。この火災は国家の財産に重大な損害を与えました。CCTV は深く反省し、また近隣住民の皆様にご迷惑をおかけし、交通渋滞を引き起こしたことについて、心よりお詫び申し上げます。反省してるようには見えないけど、まあ、一応謝罪したのね。というわけで、次は火災の原因についてさらに掘り下げていくぜ。もう原因は違法花火って分かりきってるけど、他にも何か問題があったのかしら？さて、次はいよいよ火災の原因ねって、もうすでに CCTV の違法花火が原因って話は散々聞いてるけど、他にも何かあるの？ああ、実はな、花火が原因なのは間違いないんだけど、そこから燃え広がったのには色々な要因が絡み合ってたんだ。つまり、火がついただけじゃなくて、そもそも燃えやすい環境が整ってたってことね。その通りでは詳しく見ていこうか。まずは、火がどこで最初に発生したのかだけど、これは TVCC の屋根だったんだ。花火の火の粉が飛んでいって、屋根に落ちたってこと？まさにそう。実はこの瞬間の映像が、アマチュア映像としてネットにアップされてるんだぜ。つまり、証拠映像があるってこと？ああ、映像には花火の火の粉が屋根に落ちた直後、爆発のような光とともに火が燃え広がる様子がバッチリ映っていたんだ。それが拡散されて、もう隠しようがなかったのね。しかも CNN のレポートでは、建物の上部が爆発していたという証言もあるくらいだ。ちょっと待って火事じゃなくて、爆発？どうやら、屋根の上には可燃性のガスや燃えやすい資材が残っていた可能性があるんだ。それが一気に引火して、まるで爆発したように見えたってことらしいぜ。でも、屋根が燃えたとしても、建物全体があんなにすぐ燃えるものなの？普通のビルなら、もう少し時間がかかるはずなんだ。でも、TVCC はまるで灯油をかけたように燃え広がったんだぜ。何がそんなに燃えやすかったのよ？それは外壁の断熱材が原因だった。断熱材って、建物を暖かくするやつよね？そうだ。TVCC の外壁には、防火性の低い断熱材が使われていたんだ。この断熱材は、普通の火ではなかなか燃えないが、高温の火花や爆発的な火にさらされると一気に燃え広がる性質を持っていたんだよ。つまり、違法花火で出た超高温の火の粉が落ちたことで、一気に火がついちゃったわけね。その上、この日は風が強かったんだ。火が広がるには最高の条件が揃っていたってわけだな。まさに炎の地獄じゃない。しかも、火の粉があちこちに飛び散って、13分以内に建物全体が炎に包まれたんだ。たった13分。早すぎでしょ。それだけ燃えやすい環境だったってことだな。でも、普通なら火災が起きたらスプリンクラーが作動するんじゃないの？そこがまた問題だった。なんと、スプリンクラーが動かなかったんだよ。はい？なんで？実は TVCC、まだ建設中だったから、スプリンクラーの設備が完全に整ってなかったんだ。つまり、火が出ても自動消火装置はゼロ？そういうこと。これが、火災の被害を一気に大きくした要因の一つなんだぜ。それってつまり、未完成の建物だから、防火対策が不十分なまま放置されてたってことよね？まさにその通り。これだけの被害が出たら、当然責任問題が発生するわよね？もちろんだ。火災直後、17人が逮捕されたんだ。具体的に誰が捕まったの？こんな感じだぜ。CCTV 本社の建設責任者、CCTV の関係者3人、花火を運んだトラックの運転手、違法花火の搬送を手伝った4人、花火の点火を担当した8人。うわぁ、関わった人たち、ほぼ全員捕まってるじゃない。さらに、その後の捜査で、71人が火災の責任を問われることになったんだぜ。ってことは、ほぼ大規模な責任追及祭りじゃない？その通りだ。特に、CCTV のトップだった張上4は責任を問われて、行政的な降格処分と厳重注意を受けたぜ。ここまでの話を聞くと、CCTV はとんでもないヘマをやらかしたわけだけど、この事件って、中国のメディアではどう報じられたの？そこがまた問題でな。
政府はこの事件をなかったことにしようとしたんだよ。いやいや、あんなでかい炎が上がってて、誰も気づかないわけないでしょ？実際に出された政府の指示には、こんな内容があったんだぜ。例えば、写真、動画の掲載を禁止。詳細な報道は控え、コメント欄は閉鎖。マジで？情報規制をがっつりかけたの？そのせいで、国営メディアはこのニュースをまともに報道できなかった。でも、ネットには映像が拡散されてたから、結局世界中にバレバレだったけどな。いやー、なんというか、全部がずさんすぎて、もう突っ込みどころ満載ね。だろ？さて、次はいよいよ火災の影響について話していくぜ。さて、まず最初に言っておくが、この火災は中国政府にとってとんでもない大恥だったんだ。そりゃそうよね。国の誇りである CCTV の施設が、違法花火で燃え上がるという歴史的大失敗をやらかしたんだから。しかも、中国の国営メディアである CCTV は、普通なら大きな事件をすぐに報道するはずなのに、自分たちの火事だけは完全スルーしようとしたんだぜ。いやいや、そんな都合のいい話、通用するわけないでしょ？そうなんだよ。ネットの時代を甘く見ていたとしか思えないぜ。具体的には、どうやってバレたの？火災の写真や動画が、即座にネット上に拡散されたんだ。事件発生直後、CCTV はもちろん政府も、火災の報道を一切控えようとした。でもな、市民がスマホやカメラで撮影した火事の映像が、すぐにブログやフォーラムにアップされてしまったんだよ。うわぁ、完全にネットの力を舐めてるわね。その中でも、特に大手のポータルサイトだったしな、ソフ、ユーカなんかでは、速攻で火災の画像や動画が広まった。つまり、CCTV が報道しないどころか、ネットでは火災のリアルタイム実況が始まってたってことね。その通りだぜ。で、中国のネット民たちは、この事件をどう受け止めたの？めちゃくちゃネタにされたぜ。まあ、当然よね。CCTV が燃えているのに、それを報道しないテレビ局として、ネット上で大炎上物理的にもしたんだ。どんなネタがあったの？例えば、こんな感じだな。CCTV が今年最大のニュースを自分で作りながら、全く報道しない奇跡の瞬間。新番組 CCTV ファイヤーワークススペシャル大成功。焼きたて CCTV 炎上するテレビ局はここですか？めちゃくちゃいじられ倒してるじゃないの。それだけじゃない。ネットミームと合体したネタ画像が大量に作られたんだ。例えば？グラスマッドホースっていう、中国政府を皮肉るネットミームと組み合わせたパロディ画像が大量に作られたんだぜ。つまり、CCTV が燃えた矢印ネットで大喜利大会開催矢印政府大慌てって流れね。そうそう。で、燃えちゃった TVCC はどうなったの？火災の調査が終わった後、外壁の断熱材が全て取り外されたんだ。当然よね。そんな燃えやすい外壁、もう二度と使えないわよね。そうだな。そこから、修復工事が始まったんだけど、結局全部終わるまで2年もかかったんだよ。2年？長すぎない？そりゃ、あれだけ燃えたからな。でも、最初に修復されたのは外壁だけで、電気系統や内装の完全修復は2013年までかかったんだぜ。つまり、違法花火のせいで、建物の修復に4年以上かかったってことね。その通り。じゃあ、この火災って結局、中国国内ではどんな風に扱われたの？政府的には黒歴史扱いだな。そりゃそうでしょ。CCTV は中国の顔みたいな存在なのに、そんな施設が違法花火で燃えるとか、大失態にも程があるもの。だからこそ、情報統制を徹底しようとしたわけだ。でも結局、ネットの力で全部バレた、と。その通りしかも、火災後すぐに出た政府の報道規制のメモが流出してな。そこには写真禁止動画禁止詳細な報道禁止コメント欄閉鎖っていう指示が書かれていたんだ。うわぁ、もはや逆効果じゃない？そうなんだよ。結果的に、CCTV は信用できない国営メディアの信頼度が大幅に下がったっていう意見が多くなったんだぜ。いやー、ここまで来ると、本当に全部が突っ込みどころの塊だったわね。まさにその通りだな。簡単にまとめると、CCTV が無許可で違法花火を打ち上げる。超高温の火花が TVCC の屋根に落ちて即発火。燃えやすい外壁のせいで、13分でビル全体が火の海。スプリンクラーが未設置だったせいで消火できず、ネット民によって事件が全世界に拡散。CCTV は事件を報道せず、逆にネットで炎上。建物の修復に4年かかる大損害。いや、もはやコントじゃない？だろ？だから今でも中国メディア史上最大の炎上事件って言われてるんだぜ。いやー、これはまさに CCTV の黒歴史、永久保存版ね。そうだな。それじゃあ、この動画はこの辺りで締めるということにしておくとしよう。みんなは今回の動画についてどう思った？意見や感想があれば、コメント欄に残していってくれると嬉しいな。ぜひともお願いするぜ。みんなが記憶に残っている事件や事故なんかも教えてくれよな。コメントはすべて拝見させてもらっているぜ。
私の毎日の楽しみなのよね。そうだな。毎度のことながら、チャンネル登録と高評価、メンバーシップの検討もよろしく頼むぜ。このゆっくり災難資料館のチャンネル登録はもちろんだけど、私たちのイラストもほぼ毎日投稿させてもらってるから、チャンネル登録と合わせて通知のオンも忘れないでね。メンバー限定の動画や投稿なんかもあるからメンバー登録もぜひ検討してくれると嬉しいわ。事故マニアの管理人が厳選した事故防止や災害時に役立つアイテム、参考にした書籍なんかをまとめたサイトも開設したぜ。徐々に増やしていきたいわね。サブチャンネルのゆっくりお金の学校や、イラスト用のインスタグラムとか、いろんなコンテンツあるから、この後、動画の概要欄からそれぞれのリンクもチェックしてくれよな。応援してくれたら飛び上がって喜ぶわというわけで、ご視聴ありがとうございました。